飯旅 Season 4今回の飯旅はガチでまた食べたい北海道ピッツァ選手権です。食いしん坊の皆さんこんにちは。こんにちは。美味しいものを探して旅を続けるパッポとグリーン飯旅ーズのチャンネルへようこそ。今回は北海道で私たちが知っている美味しいピザの中から特にお気に入りのお店を紹介します。それでは早速 Let's get it started. 1. Ebetsu La Forchetta 江別界隈でもご紹介したこちらはピザ屋さんというよりはイタリアンレストラン。ラ・フォルケッタはイタリア語でフォークという意味。江別に移転されて16年、その前は札幌市東区で6年ほどお店をやってたっていうんでね、かなりの老舗ですね。こちらは超ナチュラルなお味のお料理がお気に入り、プレフィックスランチスタイルという一回もちゃんと言えたことがない前菜からパスタ、ピッツァ、デザートを自分好みにチョイスするミニコースが人気。パスタやピザから麺を選べるスタイルなんだけれども、おいちゃんはいつもピッツァを選択。こちらのピザは人生最強のクリスピーサクパリピッツァ。3枚は食べれるんでないかいってぐらい軽いんです。ランチというよりは酒向きのピザですね。トマトのナチュラルな甘みが爽やかなマルゲリータが美味しいんです。手作り感たっぷりの可愛らしい素敵なお店。ところでイタリアンっていろんな名前のお店があるでしょ。イタリアンってやらトラットリアイタリアンってリストランテやらトラットリア、ピッツェリアに食べるなって、レストランのくせに食べるなとはひどい話だよね。なんで日本語で解釈するのがね。食べるなはイタリア語で言うところの大衆食堂、居酒屋っていう意味さ。じゃあ食べていいの？いいの。札幌では食べるならピアッツァっていう老舗があるね。はいはい、ピザが美味しいお店ね。だ。ちなみにリストランテは高級レストラン、ピッツェリアピザ専門店、トラットリアは大衆的なレストランや食堂、バルガカフェでエノテカってワイン屋さんっていうのもあるよ。なんかややこしいね。いやいや、日本の方が複雑だよ。和食店にラーメンや寿司やうどんやそばやとんかつや居酒屋定食や喫茶店もっきりや焼き鳥屋に焼肉屋でしょ。そっか、そうね。ラ・フォルケッタさんは分類したらトラットリアって感じなのかな。ここは日本だから炒めし屋だね。2. Salabetsu Pizzeria Suka 2013年オープン、帯広から南へ約30キロ、人口3000人の小さな村の大人気ピザ屋さん。こちらもまさかの無断前倒し営業のお店です。確かウェブ情報だと12時オープンになってると思うんだけど、オープン10分前に来てみたらすでに満車満席、待ち人14人ってどういうこと？そうそう、実はここに訪れたのはこの時で4回目。売り切れごめんだったり臨時休業だったりでやっと食べることができました。畑の真ん中ですよ。なんもないところにここ系のお店なのに続々と札幌ナンバーやら釧路ナンバーやら旭川ナンバー、帯広十勝ナンバーやらくる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 。十勝ナンバーってのはありません。あれというわけでなんと待つこと1時間半くらいですかね。やっとのご対面1枚目のマルゲリータでございます。モッツァレラがもっちり濃厚で美味しいですよ。ピザのもちもち具合がすごいんですよね。ここ飯旅史上ナンバーワンのもちもちピッツァですな。小麦の香りとあとオリーブオイルが美味しいよね。びっくりしたね。もともと得意ではないからさ、オリーブオイルって。なんで？結構香りも味も癖強いのあんじゃん。風邪ひいたのかな？ちょっと鼻詰まってます、すいません。おでよりよっぽど癖ないと思うけどね、オリーブオイルは。そりゃそうだ。塚さんのは好きです。サラベツチーズはモッツァレラ、ラクカ、ブルー、ウォッシュの4種類のチーズがたっぷり乗ってて、いや乗りすぎちゃうんっていうぐらい。ちょっとたっぷりすぎて塩気が強いので苦手な方はマルゲリータかマリナーナかテジナーニャがおすすめですね。テジナーニャはありませんが、日替わりピザっちゅうのもあるけれども、初回につきオーソドックスで今回は勝負だけど、この繁盛店を一人で切り盛りって大変ですな。大人気店だもんね。このピッツァは人気出るの分かりますわ。そうして安いもね。ね、村のじいちゃんもばあちゃんもみんなピザ食べてて、なんかサラベツっておしゃれね。ねえ、
やっぱ帯広界隈美味しいのある。ありすぎて太る。言い訳。3. Chitose Pizzeria da Haru. 千歳の住宅街にございますピッツェリアダハルさん。2人とも本日2度目の昼食をいただきに参りました。はい、いつものこと。カレーとラーメン直後にこのピザでござる。このピザがかっちょええですね。東京から専門の職人さんが来て3日間かかりで設置するんだって。ちょっと難しいワードが出てきましたね今ね。3日3晩かかりで設置するんだって。ああ、3日3晩。北海道にはいないのかな、釜屋さん。ねえ、こんなにピザ屋さん増えてんのにね。さてと、ピザといえばマルゲリータ。あえてマルゲリータをいただくようにしていますメシタビーズ。違いが分かりやすいようにどの店にもある定番ピザをいただくようにしているんです。言うなればマルゲリータはピザの物差しってとこね。それにしても窯は焼き上がりが早いわね。ねえ、あっという間に登場。ね、知ってた？イタリアではカットされずに提供されるのが一般的で、ピザはナイフフォークを使って食べんだって。そうなの？くるくるピザカッターって使わないの？だって。手で食べるのはアメリカがやりだしたってことなんだ。それは驚きもものき山椒の木、ブリキにタヌキに洗濯機、やってこいこい大巨人。何それ？知らない？タイムボカンのやっと出たマンだよ。知らないっつうの。本当は知ってるけど。俺が逆に知らないんだけど。この感じでいいんですかね。いけたらいいと思います。イタリアで手ピザはマナー違反ってほどではないにせよ、一般的ではないそうなの。洋式トイレの便座の上にクランチングするようなものだから気をつけてね。そりゃまずいね。気つけなきゃ。ところでこのピザ独特だね。食感がシワイっつうかなんつうか。シワイね。この耳むちゃくちゃ美味しい。他の生地と全然違う。パリパリしとる。何やらフランスパン生地を参考に独特の食感を出してるそうなんだ。なるほど、確かにバケット食感に似てるね。どこのとも違う非凡なピザが千歳にありました。そして嬉しいデザピだぜ。そうそう、美味しいデザートピザがあるのも嬉しいナイスプレイスね。トイレットペーパーまでがおしゃれなお店でしたね。高そう。イエス、高そうクリニック。4. Niseko Del Sol. 去年来れなかったピザ屋さんにやっと来れました。去年も第一目標に定めてたんですけどね、タイミングが悪くってね、予約が取れなかったんです。人気店だからね。はい、こちらはニセコアンヌプリスキー場エリアね。本当にスキー場のすぐ下あたり。特におすすめは卵が嫌いでなければビスマルクです。予約をしないとまず入れませんという書き込みをしてくださったパイセン食べロガーさんに感謝の意を表しつつビスマルクをと思ったらメニューにビスマルクがない。チン。あれと思いつつビスマルクってありませんでしたっけと尋ねると、夜しかないメニューなんですということでガーン。ショックに青ざめ、ケツには蒙古飯です。ジジイに蒙古飯は出ません。見かねた店主さんがそんなに蒙古飯をお出しになるぐらいならお出ししましょうかって言ってくださってね。蒙古飯を出すな。優しい。ありがとうございました。マジ美味しくって飛んだねえ、思わずビスマルクポーズ出ちゃったね。出た。このビスマルクはドイツの元首相ビスマルクに由来してるんだそうです。サッカーじゃなかったんだ。J リーグ創世期の選手なんてもう誰も覚えちゃいないよ。いつのっけビスマルク活躍してたの？いつだろう。1993年から1996年のベルディにいたのは30年前？そんな前になります？ねえ、一昨年ぐらいかと思った。なわけやない。Anyway、ブラジルじゃなくてドイツのビスマルク首相は卵が好物だったことから卵を乗せている料理はビスマルク風と呼ばれるようになったそうなんです。へえ、そっか。マルゲリータもマルゲリータ王妃が由来だったもんね。ちなみにビスマルクはドイツ統一の原動力となった名首相だそうで、明治維新の中心人物大久保利通や伊藤博文も大きな影響を受けたらしいっす。生地の味から違って本
当にびっくり。過去に経験したピザ屈指の美味しい生地でしたね。味が強めなんだけど、ソースやチーズがない部分も美味しくなんぼでもいけちゃう。そんな感じ。これは実に美味しいピッツァでしたね。他のいろんなピザも食べてみよう。賛成。ココバブルニセコにしちゃリーズナブルよね。でもやっぱりニセコ感出るそれ。5. Toyowara Namihei Pizza。 豊浦の人気ピザ屋さん。予約で満席になってしまうこともしばしば。なかなか予約を取ることさえ難しいっていうハードル高めのお店ね。定番から地物野菜を使ったもの、桜エビやらフキノトウといった独特のアレンジピザが美味しい。リンゴとゴルゴンゾーラなどデザートっぽいのまで美味しいピザがいただけちゃうんです。生地が薄めの、耳はふっくらもっちり&パリッとで、私たちの大好物のやつ。これは道内屈指のピッツェリアじゃないですかと思ったら、オーナーさんは本場ナポリでも修行したピッツァヨーロだったんです。ピッツァヨーロ。なるほど。そりゃ美味しいはずだ。お店の雰囲気もホール担当の奥様も素敵なレストラン。気になる名前のナミヘイピザだけれども、ナミヘイさんって名前のご主人なわけではないんだよね。磯野さんという名字なわけでも、髪の毛が頭頂部に1本だけってわけでもないのでご安心を。なんでよ。豊浦の海のイメージと親しみある国民的アニメのキャラクター磯野波平をオマージュしたんだそう。オマージュ。サーフィンの波乗りってイメージも重ねられているんだそうなんです。なるほどね。ところで皆さんご存知かな、磯野波平の年齢設定は。68歳くらいのイメージだけどねえ、なんと驚きの54歳なんです。マジで年下とは驚きだぜ。すげえな。サザエさんは24歳。はあ、結構おばさん感あるけどギャルじゃん。ギャルはなかなかがとは言わないぜ。だね。6. Atsuta Ripple。 こちらは素晴らしいロケーションのピザ屋さんですね。美味しいピザ屋さんが高下なところにもあります。ナポリピザなんだけど、生粋のナポリって感じではなく、かなりミラノ寄りな印象でした。ふわっとパンっぽい感じではないもんね。そうそう。ガーデンテラス席があって、お天気の日は最高よね。日本海だからこの海に太陽が沈むんだよね。すっごい贅沢な夕日のごちそうも拝める。それが日没時間までは営業してないんです、ここ。そうなんだ。残念だよね。夕日は間違いなく美しいだろうからね。そうね。でも昼間でも十分綺麗。知らなかった。こんな素敵なピッツェリアが熱田にあったなんて。7. Bifuka Bibliotech。 1960年に建てられた古民家をリノベーションしてできた完全予約制のピッツェリア。超わかりづらい住宅街にひっそりと営業されておられます。前回お邪魔してこちらのピッツァの虜になっちゃった飯旅。クリスピーなピッツァがビールによく合う。じゃなかった。炭酸水によく合う。そうなんです。ビブリオ産のトマトソースがとってもフレッシュで美味しいの。ねえ、ここのシェフはただものじゃないんですよ。なんと帝国ホテルで腕を振るったシェフさんでした。ビフカでこんなビフカしたおしゃれなお店に出会えるとは思いませんでしたね。ほんと、インテリア、窓からの景色、素敵なお料理、お二人の笑顔とお心遣い。短尺り出ました。くそー、いい感じに読んでたのに。いい感じだったね今ね。短尺りじじい。すいません。ほんと、インテリア、窓からの景色、お二人の笑顔とお心遣い、どれをとってもビフカしたお店ね。 8. Abetsu Pizza di Sempra。 江別の住宅街にございます素敵なお気に入りピッツェリア。こちらは本格ナポリピザがいただけるお店。はい。ピザの物差しはマルゲリータってことで。そうなの。いろんなピザがあるけど、いろんなお店のピザを比べるには同じものの方が判断しやすいってことでね。はい。本当はいろいろ食べてみたいんだけれどもね。だ。マルゲリータはイタリア版の日の丸弁当みたいなものですね。
そうそう、国旗の色をイメージしたピザなんで、マルゲリータ誕生秘話については総集編のどっかに出てきたわよね。あ、そうだっけ、どこだっけな、あれ。どっかにあります。まあいいや。こちらの生地はもっちり具合は強め、小麦の香りに甘みも感じる噛み応えのあるピザですね。薪で釜焼きってことで焼き上がりが早いのなんだ。あっという間にマルゲリータ。そしておじさん大好きなローストチキンがあるのも嬉しいポイント。釜焼きのローストチキンはほんのり甘い下味がついてるのかな。ほぼローズマリーのハーブ風味でいただくイタリアンローストチキンが美味しいですね。しっとりジューシーチキン、くどくないからなんぼでもいけるね、これ。ねえ、皮がパリッと焼かれていて、ボノボノボノサンデーブラディサンデーでございます。それは多分 U2 のボーノね。正解。クリスマスにこれが食べたいなと思いながら、半端あっという間にペロでしたね。ローズマリーがこんなに美味しく感じたのは初めて。ねえ、ピザって10回言ってみて。ピザ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 。ここは9. O Asa. Don Guli. 今や観光客にもちくわパンで有名などんぐりさんの大朝店にお邪魔しております。なんとこちらではクック2オーダーのピザがいただけるということでね。そうなの。すべてのどんぐりさんで焼きたてピザがいただけるってわけじゃないと思うんですけども、確か総園用のどんぐりさんでもピザやってたようなうろ覚えなんだけどね。どんぐりさんでは各店舗で限定商品がありますんでね。大朝店ではなんとじゃがいものピザがあるってんで、じゃがいも大好きおじさん参上。あ、だけどカツカレーにはじゃがいも入れないでね、はでございます。なんとこの2オーダーで焼いてくれるピザ770円なんです。すごくないね。よくあるピッツェリアのよりは一回り小さい感じだけど、一人一枚ちょうど食べきりサイズでいいわよね。いや、2人で別味にしてハーフ&ハーフをハフハフして食べるのいいよね、これ。さすがパン屋さん。のっちりパンよりの生地がふんわり美味しいじゃない、これ。小さめだけど厚みがあるからかなりのボリュームだね。もう私お腹パンパン。パン屋だけに。10. O Dolly Nishi 17. Makino no end no pizza. 大通り西17丁目にあります庭ビルの1階、日替わりで飲食店が営業している曲がりスタイルっていうんですかね、カフェスペース。蘭越町で農業を営む牧野夫婦が月に 1,2 回こちら庭キッチンで提供しているピッツァがいただけるということでお邪魔しました。はい。レギュラーサイズ27センチで2300円、S サイズ18センチで1380円と、今回ご紹介ピザの中で最もエクスペンシブなピザでございます。 more expensive. 大通りのおしゃれなセレクトショップ内にあるおしゃれなカフェっていうことでね、予想より高くてちょっとビビったミスタービーズ。お金足りるかなと小声でひそひそ。ショップの中のかっちょええソファーを見てみりゃ48,000円と、あれ中古なのかなと思いきや、なんと一桁違ってました。よよ48万円。無理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 。高っ。買って。無理。旦那さんが作るピッツァは美味しいですね。ナチュラルなほんのり酸味が残るトマトソースっていうか、フレッシュトマトっていう爽やかさ。中華イタリアンでしょ、ピザだから。あ、そっか。スタンダードなマルゲリータを注文したのに、シェフ姉さんじゃない、シェフが農園で育てたルッコラを乗せてくれました。ありがとうございます。めっちゃ美味しかったね、これ。美味しかった。フレッシュジューシーモッツァレラに爽やかルッコラ。12月は14日に営業とのことなので、興味のある方はぜひ。めちゃめちゃフレッシュだよ。11. Hasamu. Oh no buono. ハッサムが誇るグルメストリート、銀南通りの大人気ピッツェリアね。北海道食べログ2位のピザがござります。メシタビズ的にはナンバーワンなんですがね。そうなの。日曜日ってこともあり、ランチタイムは満席、4、50分待ちでござるが全く気にしません。私たち食べることが主なスケジュールなんでね。は
はい、そうなんです。食べないことには始まりませんからね。私は今回初だったんでワクワクです。前回うちのめんどくさいおじさんがこちらのピザ抜け駆け一人で食べに来て大絶賛してたんでね。はい、マルゲリータが最強にうまかったんで他のピザも食べてみたくってピザ仲間を連れて参上。はい、ピザ仲間のグリーンです。ってことで今回は2人なので定番マルゲリータとこちらの一押しという生ハムと野菜サラダというやつをオーダー信長。他にない独特な食感のもちもちピザ生地にトマトソースがフレッシュ爽やかなマルゲリータ。これはボーノね。そしてこれです。なんといってもこちら生ハムと野菜サラダ。これ感動です。うまし。こんなヘルシーなピザをイタリアじゃ食べてるのって昔体重ヘルシーっていうサラダを店で出してたのを思い出しちまいましたね。体重ヘルシーインチキくさ。はい。即答かい。これいいわね。こんなにたっぷり野菜が摂取できるのは嬉しい。ボーノハロパンでございます。予想のはるか上を行く美味しさにびっくり。メニューを見て高いなぁと思ってたんですけど、サラダのピザを2人でシェアして腹パン、ちょうどいい感じだよね。高いと思ったけどそうすりゃ安いね。逆に安いよ。美味しさをリコンファームできました。やっぱここはスペシャルっすね。美味しい。マルゲもモッツァレラとトマトのフレッシュ感も飛び抜けてるね。野菜の産地が事細かに表示されてるし安心安全の大のボーノね。だから小さなお子様連れのパパママが多いのもうなずける。はい、さらにドクターペッパーがあるのも嬉しいポイント。あら、ドクペ嫌いな人も結構いるから気をつけて。忖度なし。好きなものは好きなのだ。まあそれもそうね。私も焼きそばライス好きだもん。それは理解不能。なんでよ。Jakai no meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Hokkaido Kolika Senshukan des Otanoshimini. See you soon. 大丈夫。イタリアと言って思い出すのがね、はい。あんまりイタリア人と接したことっていうのはそんなにないんだけど、イタリア人のふりをしたやつらとは結構絡みましたね。昔やってた店によくイスラエル人が出入りしてましてね。で前もどっかで親父のことでちょらっと話したんですけど、はいはい。イスラエル人のマフィアですね。ロレックスインチキパッチモンのロレックスをたぬき工事で売ってたやつですね。はいはいはい。あったあった。やつらはねナンパする時だけねイタリア人のふりをするんですよ。なるほど。それぐらいかな。イタリア人のバレるってす。イタリア語喋れるってこと？英語で来る。そう。片言英語でいいのか。イタリア人。どうせイタリア語なんて誰も分かりやしないから、もしイタリア語を喋る女の子がの時は多分つらっとどっか違うとこ行くんだと思う。そうだね。そんな懐かしい結構ロックをかけるお店だったんだよね。ボンジョビがかかるとみんなうーってブーイングが来たもんなんですよ。でもそのイタリア人のふりをしたイスラエル人たちだけが、イエーイって喜んでたっていうそれでバレるっていう。面白いね。美味しい。なんかね意外な感じするかもしれないけど、要するにボンジョビっていうのは歌謡曲扱いなんだよね、やつらにとっちゃね。アイドルみたいな感じ。そうそうでニルバーナをかけるとみんな頭を振り出すっていうね、はいはい。あれでよく酔っ払いましたよね。はい、頭振りすぎて窓を割ったやつがいた。危ない。怖え。青春の一コマですね。そうですね。あれは30年前。みんな元気かな。だいぶ死んでんだろうな。わかんないけど、ちょっと今回鼻声でお聞き苦しいところが多々ございますが、珍しく風邪をひいたんでね喜んでますけどね、本人は。はい、バカじゃないということが証明されました。ありがとうございます。はい、ということで大事にしてください。はい、早く寝たいと思います。ちょっと微熱の中録音ありがとうございました。すいません。お疲れ様でした。映ったらごめんなさい。こいちゃん一人で朝まで編集したいと思います。早く寝なさい。